俺は今、猛烈に腹が減っている。というわけで今日は、己の欲望に身を任せ昼食を作っていこう。こんな時は中華に限る。それも俺の好きな酢豚だ。酢豚は大きく分けて2種類ある。日本の家庭でも馴染み深い。ケチャップ&広東風酢豚。もう一つは上海風の黒酢豚だ。どちらも好きだが、今回は胃袋に従い黒酢豚でいく。というわけでまず最初は肉から切っていく。肉からっていうか、手っ取り早く作りたいんで今日はもう肉しか使いません。酢豚の主役は肉。男の酢豚は肉さえあれば十分だ。今日使ってる肉は豚肩ロース。脂身が多いバラ肉は酢豚には重く、普通のロース肉だと硬くなりやすい。酢豚にするなら脂身と赤身のバランスがいい肩ロース肉、もしくは赤身だが火を通しても柔らかいヒレ肉がおすすめだ。割引になってる時はヒレ肉をよく使う。こいつらを一口サイズ、なるべく均等な大きさになるように切っていく。もう少し小ぶりでもいいだろう。特に女性の場合は。切った肉をボウルにぶち込んだら下味をつける。重量 1% ほどの塩、胡椒、さらに酒。酒は臭み消しと風味付け。もしあれば紹興酒、なかったら日本酒でいい。アルコールには肉を柔らかくする効果もある。これらを混ぜ合わせた後、さらに卵液に浸しておく。卵液を染み込ませておくことで、肉を揚げた際にふわふわジューシーに仕上がる。これは中華料理によく使われる技法だ。覚えておいて損はない。卵液は卵3分の1個分ぐらいで十分だ。残りはチャーハンに使う。そしたら肉に液を吸わせるイメージでよく揉み込み、ここから15分ぐらいつけ置きしておく。待ってる間にトッピングとタレを準備していく。で、毎度おなじみ長ネギ。これぐらいの大きさに切り出して白髪ネギを作る。外側に切れ込みを入れて、2、3枚皮を剥ぎ取り、めっちゃ細く千切り。こいつは生のままで食うんで、ネギの辛みを抜くために5分ほど水でさらしておく。残ったネギはみじん切りに。こいつもチャーハンに使う。さらに生姜を一切れ。生姜の皮は普段剥かないことが多いが、今日このまま生で決めるんで皮は剥いておこう。生姜も白髪ネギ同様細切りに。よし、では黒酢だれを作っていこう。もう1本あったわ。もう2本あったわ。意味がわからない。こういう普段あまり使わない調味料を見かけるとすぐ買っちゃうが、実は家にありましたというオチはよくある。気をつけなはれや。まあ市販の黒酢で言えばこの辺がメジャーか。概要欄に載せておく。こいつは鎮江香酢。中国三大名酢の一つとして数えられる本場の黒酢だ。前は業務スーパーに置いてあったが、最近ラインナップが変わり、カルディぐらいでしか見かけなくなった。米から作られる日本の黒酢と違い、本場はもち米で作られる。それゆえ独特の風味があり、好みは分かれるが、本場っぽさを求めるならこいつだ。そしてもう一つがこのリンコ産黒酢。こいつは普通のスーパーでも見かけるし、アマゾンでも人気ナンバーワン。こいつは国産黒酢だが、国産らしからぬ深い色とコク。味も癖がなくマイルドで使いやすい。人によってはちょっと甘いと感じることもあるだろう。今回は比較的手に入れやすく、万人受けしそうな味のリンコ産黒酢を使っていく。この黒酢というものはメーカーによってだいぶ味がちゃうんで、なかなかレシピ化するのが難しいんやが、味を作っていく上でのポイントを説明するんで、各自使ってる黒酢によって微調整してほしい。黒酢を大さじ3。砂糖を大さじ2。黒酢の酸味が強いほどこの砂糖の分量を増やす。今回使ってる黒酢は元から少し甘めだが、新香黒酢を使うときは 2.5 ぐらい入れる。砂糖は黒砂糖を使うとよりコクが出る。醤油大さじ1。中国のたまり醤油ローチューオを使ってる。業務スーパーやカルディにあります。色と味に深みが出る。普通の醤油で代用か。紹興酒大さじ1で風味付け。なかったら普通の酒でよろし。砂糖が入ってるとタレが焦げやすくなるんで、水を大さじ2ほど入れて薄めておく。
ガラスープで割ることで食べやすい日本人好みの味になる。鶏ガラスープの素小さじ1弱。今回は日本人好みの米が進むような味に調整してみた。ここからさらに火を通すと中の砂糖が完全に溶け、また黒酢の角も取れまろやかになり味も変化する。最終的な味の微調整は火を通した後にするといいだろう。そうこうしているうちに肉も頃合いだ。揚げる直前に衣をつける。片栗粉をしっかりめにまぶしていく。これで仕込みは以上だ。肉を揚げていく。フライパンで揚げ焼きにしても OK だ。野菜入り酢豚にする場合は肉を揚げる前に素揚げしておき後で合わせるといい。160度ほどの低めの温度で緩やかに火を通していく。肉を入れるときに油の温度が下がるんで、最初だけ火を強めて肉を入れたら弱中火に落とす。温度が高温すぎると中まで火が通る前に肉が硬くなってしまうので注意だ。前回唐揚げを作った時のように2度揚げしてもいいが、これぐらいのサイズの肉ならそこまでせんでもいいだろう。中低温で 4,5 分緩やかに火を通していく。油の温度の見極めは泡の量や音で判断するといい。慣れればなんとなくわかるようになる。 4,5 分揚げて中まで火が通ったら最後に火力を上げて油を高温にする。こうすることで油切れもよくカラッとした仕上がりになる。さらに美味しそうな茶色になる。よし、ここいらで撤収や。タレ用意。肉を揚げてる間に作っておくといい。タレを火にかけて砂糖を溶かしながら煮詰めていく。こうやって火を入れていくと黒酢の角が取れまろやかになっていく。この時点で味見と味の調整をし、大丈夫そうだったらとろみをつけていく。水溶き片栗粉をダマにならないように火元から離し少しずつ入れる。砂糖だけでもとろみがつくんで片栗粉は少しでいい。いい感じにとろみがついたら先ほど揚げた肉を投入。タレを絡み合わせ、この照りである。仕上げに少量のごま油を回しかけ、食欲増強ドーピング、黒酢酢豚の完成だ。続いてチャーハン作ります。油を多め、こってりさしたかったらラード。今日は超シンプルなあっさりチャーハンを作る。油から煙が出るぐらいまで熱したら卵、そしてすかさず米。冷やご飯だとほぐすのに時間かかるんで米は温めておくように。火加減は終始強火。フライパン内の温度を高温に保ったまま素早く仕上げる。時間をかけすぎるとパラパラを通り越してパサパサになる。3分以上かかると長すぎ、1分だと生焼け。理想は2分で照りをつけたい。フライパンの温度を下げないように必要以上に煽らず、火元に近づけたまま焼き付けるようにほぐしていく。パラパラにほぐれてきたらネギ。ほんで味付けはシンプルに塩、胡椒、ほんで味の素、香り付け程度の醤油。味にムラが出ないようしっかり混ぜ合わせたら、仕上げに少し酒を入れ水分量を調節。パラパラかつややしっとり気味でいく。完成した卵チャーハンに黒酢酢豚をぶっかけて白髪ネギのせ、さらに生姜ものせたら完成だ。漆黒の黒酢酢豚黄金チャーハンにのせてみました。なんという恐ろしい見た目だ。黄金に浮かぶダークマター、いやブラックホールというべきか。食欲を無限に引き寄せる暴力的な見た目をしてやがる。めっちゃうまいんだが満たされる。すきっ腹の胃袋が満たされる。片栗粉の衣で外はサクッと、しっかり保湿された肉はしっとり柔らかくジューシー。大ぶりに刻んだお肉、噛めば噛むほど肉の旨味が口の中に溢れ出る。この黒光りした姿、なかなかこってりしてそうな見た目だが、トッピングの白髪ネギと生姜が口の中をさっぱりあっさり引き締める。極めつけはこのタレ。黒酢の良さを残しつつ、なるべく酸味をまろやかに米に合う味付け。我ながら結構絶妙な配合だと思う。大人でも子供でも楽しめる味ではないだろうが、合わせるのはもちろん白米でもいいが、やはりこのチャーハンと合わせるのが至高と言えよう。甘酸っぱい黒酢酢豚、そしてほのかな塩気のチャーハン。甘み、酸味、塩味、こいつらが口の中で混然一体と混じり合い、どれだけ食ってもさじが止まらない。野菜なしのお手軽酢豚だがこの満足感。男の酢豚は肉さえあればそれでいい。今回は欲望に身を任せた結果このような形になってるが、もちろん野菜たっぷりの酢豚も捨てがたい。玉ねぎ、人参、ピーマン、パプリカ、
さらに、あまり馴染みがないかもしれないが、おすすめの具材は長芋だ。黒酢タイプの酢豚とは鉄板の組み合わせなので、一度試してみてほしい。刻んだ野菜を肉を揚げる前に素揚げし、最後に揚げた肉とタレを一緒に絡めるだけだ。速攻完食。実に満足度の高い昼食であった。ごちそうさまでした。